暴れん坊将軍。みーはおとなしいぞ。香織さん。才三様。しばらくだった。何年ぶりでしょう。才三様は少しもお帰りになりません。江戸へはどうして？夫の用事がありまして。才三様、蓮城寺というのはこの道を行けばよいのでしょうか？蓮城寺？はい、蓮城寺の裏手と聞いております。蓮城寺の裏手？どうかなさいましたか？ゆうべ蓮城寺裏手で火事があり、10人近い侍の死体が見つかった。行こう。ここへ行く。入ったんだろ。身内の人なんですが。お願いします。よし、見てみろ。ああ、下がれ下がれ。役所だのお侍ですかい？ああ、中を見てみろ。香織さん、香織さん。ああ、ひでえ火事だったな。お役人の話だとよ、油が撒いてあったそうだぜ。つけ火にちげえねってよ。おまけによ、仏には刀傷があったって言うじゃねえか。人を殺して火をつけるなんて人間のすることじゃねえな。やられたのはお武家さんらしいですね。おダメ。どうした急。なんだ急。あら、人の足じゃねえか。生きてるじゃねえか。ねえねえ、関わりはならねえよ。行きましょう行きましょう。バカ野郎、この辺りはおめえめぐみの持ち場じゃねえか。そんな白状なことしてみろ。後ろに怒鳴られるぞ。おい、頼む。来てみろ。待てかおい。うわっ、手がやってるぜ犯人。おい、生きてるぞ。おい、はしごどい。はしご積んでめぐみはほどんだ。
は急所は外れているが左腕の筋をいかれている。まあ命には別状ない。気がついたら薬を飲ますように。はい、わかりました。本来ならば帯業所に届けねばならんが、世話になった頭のところだ。知らぬ顔していいよ。ありがとうございます。ではお大事に。ありがとうございました。ロク。へい。シンさん。みんなから聞いたよ。侍だって？そうなんだよ。ゆうべ蓮寿寺の裏で火事があってお侍が何人か死んだだろ。竜子たちはあの仲間じゃないかって言うんだけどさ。身元は分からんのか？そうなの。まだ口が聞けないし持ち物がないから。そうだ、おまっちゃん手紙みたいなもの持ってたじゃないか。あれを新さんに見てもらっておくれよ。はい。何が書いてあるの？この男の犯に何かあったようだ。おもちゃん、しばらくの間これ借りるぞ。香り。あごとだわ。奥様のこと呼んでるのかしら。うん。なるほど。この手紙によれば桜藩では藩政をめぐる内紛が起こっているようでございますが。しかし誰に当てて出そうとしたものであろう。おそらく目安箱に投ずるつもりだったのではないでしょうか。ここまで書いたところ何者かに襲われた。昨夜の芝蓮成寺裏の火事騒ぎはこの者たちの争いでございましょう。なるほど。桜藩士は稲葉照正だったな。あ、照正公は千君より藩政を引き継いで間もなく若さゆえの混乱が起こっているのかもしれません。桜藩といえば江戸の東の守りには欠かせぬ要所。そこの祭りごとが乱れては他の大名どもにもよからぬ影響がござりましょう。うん。じいの申す通りだが藩内の動きを確かめた上でなければ公平な裁きとは言えまい。さゆり、すぐにも桜藩に向かい領民の様子を探ってくれ。はい。おう、気がついたか。才三様。どうした？行かなければなりません。私の夫があの家に。待って。話してください。カン、落ち着け。いいか、焼け死んだ者たちは皆刀傷を負っていたぞ。香織さんがあの連中の仲間ならあなたも狙われていることになる。俺を信じて訳を話してみろ。具合はどうだ？貴公は？俺は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。あんたの手紙はここにある。落ち着け。俺はあんたの味方だ。この手紙にある桜藩の内情、俺に聞かせてくれんか。あの家にいたあんたの仲間は残らず殺された。あんたもその傷では当分動けまい。俺にできることあれば力になるぞ。俺を信じて話してくれ。わかった。聞いてくれ。新しい藩校になってから桜藩の年貢運上は年々上がっておる。領民たちの不満は頂点に達し、このままでは必ず一揆が起きるだろう。藩を守るためには我々が立つほかはないのだ。藩政の実権を握っているのは誰だ？照正公か？いや、江戸家老の篠山劇だ。藩校は年も若く動きを封じられておる。なるほど。この手紙を目安箱に入れるつもりだったが、将軍家とて早々には手を下せまい。
篠山を追放するには奴の悪事の証拠を握るのが先と、同志を連れて江戸に出て10日前にあの家を隠れ家に選んだのだ。わしは桜藩目付役佐竹門戸だ。分かった。あんたを助ける同志はもういないのか？いや、今日明日にも3人ほどが江戸に着くはずだ。それにわしの女房も。香織さんだな。上言で名を呼んでいたぞ。そうか、面目ない。気を落とすなよ。あの死体の中にご亭主がいると決まったわけではない。はい、何か分かったらすぐに知らせる。それまでここを出るな。わかりました。大岡様。誰だ今の女は？才三、お前はお役目を忘れたのか？身を捨てて上様をお守りするお庭番がお城に姿も見せず、我が家に女を引き入れるとは何事だ？申し訳ございません。あの人は桜藩目付役の女房。昨べの付け火に関わる話を聞いてるうちに時を過ごしてしまいました。何、桜藩の？よし、詳しく話してみろ。香織さんは私の師武藤大賢先生の縁続きの娘で、幼い頃に二親を亡くし、先生の道場に預けられていました。立て！目付だった父の血を引いたらしく、香織さんも武芸を好み、いつも私が稽古をつけていました。いい音色だ。そして私たちはいつか互いに思い合うようになったのです。ところが私が上様のお庭番として江戸へ行くことが決まった3日後、香織さんは不意に私の前から姿を消してしまったのです。私は必死になって先生に行方を尋ねました。大賢先生は何と言われた？何も答えてはくれませんでした。ただお役目に精を出せとおっしゃるばかり。おそらく先生が私から香織さんを遠ざけてしまわれたのでしょう。それ以来だったのか？はい。香織さんは桜藩お目付役の妻になっていました。何やつ！何だおめえも！あんたたちは佐竹さんを訪ねてきたのか？貴公は何者だ！待て！ご女性かたじきない。なぜ貴公が佐竹さんを？連城寺裏の隠れ家は焼け討ちにあって佐竹さん一人が生き残った。今傷を負ってめぐみにいる。何をもたもたしてるんだね。肝心の佐竹門戸は取り逃がす。新手の3人は切り損なう。これじゃ篠山の御前に申し訳が立たないじゃないか。いや、すまん。旗本風のお武士に邪魔をされたんだ。たった一人だろう。10人もガン組並べて一人にかなわないのかい。いや、腕の立つ男でな。これじゃ何のために高い金を出してあんた方を飼ってるのか分かりゃしないよ。とにかく草の根を開けてでもあの連中を探し出すんだ。佐竹の女房もな。分かった。今度こそはしくじらん。当たり前だ。さあ、行った行った。
ゃないですか今日。そんなことないわよ。あら、旦那何したんですか？お医者様が動いちゃいけないって言ってたじゃないですか。無理しちゃいけないって言ったじゃないですか。いや、いつまでも厄介になってるわけにはいかん。この家に迷惑がかかっても困るのでな。そんなこと言ったってね、新さん。まあ仲間も来たことだし、好きにさせてやったらいいじゃないか。すまん。世話になりついでに聞くが、この近くに木の桶の宿はないだろうか。さあ、どこがいいだろうね。マスヤどうです？歩いてすぐだし、勘定安いし。そうそう、めぐみで聞いたっていやよくしてくれやつや。それはありがたい。場所はどこだ？あ、ロク、案内して。やってんだい。ご恩は忘れん。徳田さん、いずれ。あまり無理をするなよ。さあ、お願いしますよ。さあどうぞ。さあ食べましょう。ナル様、ナル様、お召し上がっていればお願いします。ナル様、こちらです。こちらです。今のような年貢の取り立てが続いたらわしら首をくくるほかねえんだ。同じ衆なら命かけでもう一度ご領主様に掛け合おうじゃねえか。悪いのはご領主様じゃねえ。お城を食い物にしている取り巻きの連中なんだ。奴らを叩き潰してご領主様の目を覚まさせるんだ。やろうぜ。では一揆を企てた領民どもが一人残らず捕らえられたのか。はい、名主を先頭に一度後ろに引かれていきました。桜に暮らす者たちの様子はどうだ？はい、捕らわれた宗兵衛という名主はよほど人望が厚かったらしく、領民の怒りは頂点に達しています。近々騒ぎが起こることは間違いありません。上様、佐竹門戸の訴えはやはり確かだったようですな。さよう。一刻も早く手を打たねばなりますまい。そうだ。大名を解禁すれば多くの家臣たちが禄を失い家族と共に路頭に迷う。なんとかそのような事態だけは避けたいものだ。桜藩主を襲った浪人どもは京橋の両替所上総屋の寮に入りました。上総屋か。はあ、主人は数年前から桜藩邸に出入りし、家老の篠山劇とも深い付き合いがあるようです。よし、さゆりと手分けをして二人の動きを探ってくれ。はっ。才蔵、佐竹門戸は傷を負っているが無事だ。上様に助けられ、めぐみの近くの増屋という旅籠にいる。すぐに女房を連れて行ってやれ。わかりました。才蔵。は。辛かろうがそっちの務めだ。ご心配をおかけして申し訳ございません。なれど和歌山にての約束はすでに遠い昔の思い出となっているつもりでございます。どうかお心遣いなく。佐竹さんは生きていたぞ。傷を負っているようだ。
どうした？夫は才三様のことを知っているのです。そうか。あの時大賢先生は才三様のお役目のために私に身を引けとおっしゃって桜藩に仕える弟子の道場に預けてしまわれました。やはりそうだったのか。桜に来て3年目に佐竹から妻にと望まれました。私はあなたとのことを何もかも隠さずに話しました。夫はそれでも構わぬ、妻になってくれと。私は父親に仕えるような気持ちで夫と暮らしておりました。他人の目には幸せな夫婦として映ったことでしょう。香織さん、桜藩の前途を憂えて立ち上がった同志の方たちは皆夫を頼りにしています。私も喜んで心の支えとなるつもりです。けれど藩政の改革がなった時には私は自分の人生を歩みたいのです。もし才三様が許してくださるならば、江戸へ来た時才三様にお会いできるような気がしていました。あなた、ひどい傷、大丈夫ですか？心配いらん。わしはこの通り大丈夫だが、同志の者を大勢死なせてしまった。騎馬才三様です。隠れ家の焼け跡で助けられました。徳田新之助様ともお知り合いです。どうぞそのままで。すまん。わしは佐竹門戸だ。妻がお世話になりました。いえ、ご無事で結構でした。と言っても体は満足に動きませんが、徳田さんからお聞きでしょう。お力添えを頼みます。わかりました。では私はこれで。いらっしゃいませ。桜藩、やはり。そのようなわけで逃げた連中は必ず探し出して始末いたしますから、何卒もうしばらくのご猶予を。国元の主だった役目はわしの腹心で固めたるゆえ、佐竹の一味ごときがいかように騒ぎ立てても所詮は灯籠の斧だ。いや、しかし万一ご公儀が動き出しては面倒なことになりましょう。さりとて大名家中の件にはめったに口出しできぬのがご公儀でな。とは申せ、災いの種は小さいうちに覗くに限る。はい、どうかお任せくださいませ。ところで上総屋、近々国表から新たに2万両が届くことになったぞ。それはそのお金そっくり私どもにお回しいただけるわけで。当たり前だ。
高利で貸した儲けを届けてくれるのはお前の店だからな。いや、それにしても2万両とは絞ったものですな。桜の領民は切られても血も出ますまい。なあに、生かさず殺さず、そのくらいがちょうど良いのだ。けしからん。領民たちの暮らしをないがしろにして何が家老じゃ。と申して藩校を傷つけずに篠山家家を追放する手立てがございましょうか。それが思い浮かばぬゆえこのようにイライラしておるのじゃ。そうじゃ、上様、佐竹門戸の一党に篠山を討たせてやってはいかがでしょうか。藩の内紛に表立って手を貸すことはできまい。いいえ、上様ではできませぬが徳田新之助とか申す男ならば。じいは徳田新之助を嫌っていたのではなかったのか。時と場合によりまする。天使表変すという言葉、上様もご承知でござりましょう。うまいこと言いよって。しかし篠山と上総のつながり、門戸に知らせてやらねばなるまいな。代わりさんだな。徳田新之助だ。佐竹さんの具合はどうだ。おかげさまでだいぶ良くなったようです。それはよかった。桜藩の公金は京橋の両替商上総屋に流れているとそう伝えてくれ。わかりました。徳田様、才三様は今どこに？徳田様。和歌山の話を聞いた。才三のことは忘れて佐竹さんの良き妻にはなれんか。それが人の道、女の幸せだと思うが。長く続く平穏な暮らしを幸せと思う女もいれば、一時炎のように燃え上がる命を幸せと思う女もおりましょう。どうだ。たった今浪人たちが慌ただしく戻ってきました。何か動きがあるようです。香織さんに会ってきた。火のような人だ。俺のそばを離れて生きるのも良いかもしれん。この一件が終わったらお前の思うままに生きろ。上様、たった一度の一生だ。俺のために後悔するなよ。10秒を追います。国からの同志は茅場町あたりに集結します。そうか。では南新堀町に集結し、港橋から船に乗り大海橋をくぐり永代橋の方へ抜けていく。よいな。
上総屋の寮に来い。香織が捕らえられた上総屋の寮にいるらしい。なんと卑劣な奴らだ。行きましょう、佐竹様。許さん、許さんぞ、絶対に。待て、妻の不始末だ。わし一人でよい。その傷では無理です。私たちも手助けを。上総屋を切りましょう。いかん。お前たちにはもっと大切な役目がある。もしわしが倒れたらそれを理由に篠山と上総屋のつながりを糾弾しろ。きっと道が開ける。佐竹様、後を頼むぞ。上様、香織さんが上総屋の寮へ。今日がどんなに辛かろうとも誰にも明日はやってくる。今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのさ。さあおやすみよ、いい夢ごらん。眠りの中で心広げて、やがて夜明けの眩しさに安らぎを知るだろう。このまま人のは女房可愛さにやっぱり来たかい。お前が上総屋か。連城寺裏の隠れ家を襲ったのもお前たちだな。そうさ、あの時は逃げられたが今日こそは女房と一緒に地獄行きだ。黙れ。同志たちの仇だ。やっちまいな。来てしまえ。あなた。大丈夫だ。心配するな。佐竹さん、そんな体でなぜ無理をしたんだ。恨むぞ徳田さん。あんたたちのおかげで絶好の死に場所を逃してしまった。なんだと。またしても旗本風の武士に邪魔をされたと申すのか。はい、申し訳ございません。佐竹門殿め、運の強い男だ。案ずるな上総屋。明日からは
殿に背いた裏切り者として桜藩を挙げて探索し、必ず討ち取ってやる。どうかお願いいたします。その代わりわしへの土産もこれまで通りでは済まんぞ。そりゃもうお望み通りお持ちいたします。そうか、それでなくてはな。残官丞、何やつだ。身に覚えがあるようだな。篠山劇。お前は貴様か。桜藩の裏切り者たちを助けているのは。名を名乗れ。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。おのれ、許しもなく藩邸に落ちるとは不届きなやつめ。劇、欲に目がくれんで世の顔も忘れたか。稲葉照正公目見えの折、お前が付き添っていたはずだ。なんと申す。お、これは上様。桜藩江戸家老篠山劇、その方私欲に溺れて上総屋と結び、過酷な年貢にて領民たちを苦しめるばかりか。藩政は憂えて立ち上がった若者たちを虐殺するとは何事。天下万民に成り代わり成敗いたすぞ。かくなる上は桜藩八万石守護してくれるわ。一同出会え出会え。篠山劇は病死と届けられ、上総屋の一味は捕らえられて獄門となった。また桜藩の国元でも劇の一派は一人残らず役目を解かれ、名主宗兵衛たちが許されたことは言うまでもない。桜藩への公式のお咎めはなかったが、藩主の稲葉照正を江戸城に招いた吉宗は加納と共に藩主の心得を諭した。新たに郡奉行となった佐竹門戸が桜へ旅立つ日、才三様、
夫はお前の好きな道を選べと。もしあなたが良いとおっしゃれば、私江戸に残ります。才三様。桜へ帰れ、佐竹さんと一緒に。あの人には香織さんが必要だ。才三様。そうしなければ香織さんはきっと後悔する。きっとだ。いいえ、私は。それに和歌山の頃のような情熱はもう俺の心に残ってはいない。さあ行くのだ、早く。船が出るぞ。おーい、船が出るぞ。お客さん、急いでください。よかったのか、才三。はい。本当によかったのか。はい。この別れが才三にとって新しい飛躍への礎となってほしい。心からそう願う吉宗であった。この俺が選んだ道がたとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。材木問屋と組んだ不正な入れ札、これに全て書いてある。手合わせをお願いしたい。そこまででございます。旦那様、久方ぶりに誠の者の国を愛したような。稲葉対馬の家臣どこじゃな。今こそ武士として花と血をぞ。待っていたんだ俺は。お主が刀を抜くのを。この通り武士として。先生、すいません。何を言う。さあ。暴れん坊将軍あっぱれ赤穂の竹光夫婦、どうぞお楽しみに。